青い死神 RX79BD ブルーディスティニー。 RX79BD ブルーディスティニーは1997年にセガサターンで発売された 3D シューティングゲーム機動戦士ガンダムガイデンザ・ブルーディスティニーで初めて登場したガンダムタイプのモビルスーツです。本作は全3部作構成で発売され、合計で70万本を売り上げたヒット作となりました。それ以降様々な作品で登場する人気機体となっています。今回はそんなブルーディスティニーについて解説させていただきます。俺はブルーが見せるものの先に何があるのか、それが知りたい。ブルーディスティニーは革新的なシステムとしてエグザムシステムを搭載した機体です。エグザムシステムとは地球連邦に亡命したクルストノーゼス博士が開発したもので、対ニュータイプが強く意識されたシステムとなっています。クルスト博士はもともとジオンのフラナガン機関でニュータイプ研究を行っていましたが、研究を続けるうちにニュータイプはオールドタイプを滅ぼす存在になりうるという結論を導き出します。そしてオールドタイプでもニュータイプに対抗できるシステムとしてエグザムシステムを開発します。エグザムシステムは殺気を察知することによって敵の位置の特定や攻撃の回避といったニュータイプに近い戦闘能力を実現するシステムです。ただしニュータイプの脳波を検知した場合、システムはパイロットの制御よりもニュータイプの殲滅を優先するという特性を持っています。また戦場にエグザムシステムを搭載した機体が複数存在した場合には、お互いをニュータイプと認識して同士討ちを始めることが主な特徴の一つです。さらに加えて多数の人間の死と殺気を感知した場合でも同様の反応が起こり、無差別な殺戮を開始してしまうという作戦行動を無視した暴走誘発の可能性を秘めたシステムでした。またハード的にもモビルスーツの限界性能まで引き出してしまうので、可動部や動力部に多大な負荷をかけ、機体のオーバーヒートを誘発してしまうという欠点や、パイロットの精神的負荷も非常に大きいという扱いがたいシステムでもありました。その要求性能の高さもあって開発は難航するも、被験体だったマリオン・ウェルチの官能波を偶発的に取り込むことに成功し、完成までこぎつけます。そして次の課題として、システムが要求する性能を満たすモビルスーツを探すという難題に直面します。当初ジオンのオリジナルモビルスーツであるイフリートがエグザムシステムの搭載機に選定され、頭部にエグザムシステムを搭載したイフリート回として各種テストを行うことになります。イフリートが選定された理由としてはシンプルで、エグザムシステム開発の時点でエグザムシステムのもたらす高負荷に耐えられる機体がイフリートしかなかったというものです。しかしエグザムシステムを起動することでその性能を限界以上に引き出すことは可能でしたが、エグザムシステムの性能に機体性能が追いついておらず、短時間で駆動部や動力部への過負荷によるオーバーヒートを起こしてしまうなど、お世辞にも完成度が高いものとはなりませんでした。ここでクルストノーゼス博士はある決断を行います。それはジオンを亡命し地球連邦で開発を続けるというものです。クルスト博士の目的はニュータイプを殲滅できるシステムを完成させることなので、ジオンに固執しておらず、エグザムシステムの性能を最大限引き出せるモビルスーツを見つけ出すことを追い求めたのです。こうして一人のマッドサイエンティストの狂気が運命の2人を戦いへと導くことになっていきました。エグザムシステムを持ち逃げされた格好になったジオンがイフリート界に登場するニムバス・シュターゼにクルスト抹殺指令を出し、地球連邦軍を襲撃します。その頃地球連邦軍でエグザムシステムを組み込んだ機体としてブルーディスティニーが誕生していました。青い死神、俺はお前なんかに飲まれはしない。ブルーディスティニーは0号機から3号機の4機が存在します。まず RGM79BD の0ブルーディスティニー0号機です。機動戦士ガンダムガイデンザ・ブルーディスティニーでは設定のみ登場していた機体ですが、大河原邦夫氏によって新規でデザインが書き起こされ、現在ガンダムエースで連載中のリメイク漫画ザ・ブルーディスティニーに登場しています。地球連邦に亡命したクルスト博士によって陸戦型ジムをベースに各種冷却機構などを創設して開発された連邦軍初のエグザムシステム搭載機であり、システムに耐えられるよう各種出力を向上させた機体となります。しかし稼働テストの結果、エグザムシステムが要求する性能を満たすことができないと判断されたため、より高性能な陸戦型ガンダムへエグザムシステムを搭載した頭部を移植してエグザム搭載機の開発が進むことになります。
そうして開発されたのが RX79BD の1ブルーディスティニー1号機です。高性能な陸戦型ガンダムにエグザムシステムを搭載したものの、それでも初期のテストでは暴走を繰り返し、何人ものパイロットを死に至らしめていました。ある時、ブルーディスティニー1号機はエグザムの暴走により死亡した搭乗パイロットを乗せたまま無人の状態で友軍基地を襲撃します。その時、新型モビルスーツの運用試験を行う小隊、通称モルモット隊が暴走を食い止めました。その後、事故防止策として1号機のエグザムシステムにはリミッターがかけられます。なお、この機体はイフリート海と同様、機体全体がブルーのカラーリングとなっています。これはクリスト博士がニュータイプのマリオンによる宇宙が青く見えるという情報をもとに対ニュータイプ線の迷彩色としてブルーに染め上げたと言われています。ただし、機動戦士ガンダムデータコレクションでは青い理由はクリスト博士の趣味と記載されています。暴走を繰り返しパイロットを死に至らしめたブルーディスティニーは機体そのものが青い死神の異名で呼ばれるようになりました。実戦投入時には暴走を食い止めたモルモット隊のパイロットであるユーカジマが登場し、ジオン軍ミサイル基地を短期で攻略する等の戦果を残しています。しかし、カリフォルニアベースにおいて同じくエグザムシステムを搭載したイフリート海と激闘を繰り広げた末、エグザムを搭載した頭部を破壊されました。ちなみにセガサターン版では爆散間際のイフリート海から放たれたグレネードランチャーで破壊されますが、 PS3 のサイドストーリーズではエグザムで機体が限界となったイフリート海を守るドムのジャイアントバズで破壊されています。マリオンよ、この私を拒絶するのか。武装としてはベーシックな装備となっており、マシンガンやビームサーベルなど陸戦型ガンダムをベースとした武装が見受けられるほか、胸部優先式ミサイルランチャーを装備しています。また旋回性能を強化するため腹部が円柱に近い形状となっています。次に RX79BD の2ブルーディスティニー2号機です。ブルーディスティニー2号機は当初から陸戦型ガンダムをベースに設計されたため、頭部もガンダムタイプのものとなっています。エグザムシステムが搭載されていますが、1号機と異なりリミッターが設定されておらず、パイロットへの負担とシステム暴走の危険性が非常に高い機体となりました。しかしその分、エグザム搭載機同士での戦闘になった場合はリミッターをかけている機体より優位に立つことが可能です。また宇宙戦闘も意識されており、バックパックと脚部バーニアが換装されています。劇中ではニムバスが地球連邦軍のエグザム研究所を襲撃してクリスト博士を殺害し、ブルーディスティニー2号機を奪取しました。その後、肩の色はイフリート海同様にニムバスのパーソナルカラーである赤色に塗装されています。また漫画版ではアニメ脚本家の千葉智博氏によると、一年戦争の新たなガンダムを出していきたいという思惑から、陸戦型ガンダムではなく RX80 という大型タ方面の新型ガンダムをベースにジオン系技術で改修した機体とされています。今後は一年戦争時の新たな作品を生み出すため、この設定が正史となっていくのかもしれません。武装に関しては1号機とほぼ同様のものですが、主武装としてマシンガンではなくビームライフルを装備しており、シールドは陸戦型ガンダムのものではなくジムコマンドなどと同型のものとなっています。最後に RX79BD の3ブルーディスティニー3号機です。本来の役割としては 1,2 号機の部品取り用でしたが、強奪された2号機の追撃任務を受け急遽実戦投入された機体です。エグザムシステムの開発者であるクリスト・モーゼス博士の死後に完成したため、カラーリングは陸戦型ガンダムの標準カラーとなりました。武装に関しては2号機と同様のものを装備していますが、1号機同様にエグザムシステムを 50% に抑えるリミッターが搭載されています。なお漫画版では2号機と同時に新型ガンダムをベースに開発された機体とされており、超高機動機という設定が追加されました。1号機に引き続きユーカジマが登場し、2号機の奪還および破壊をするため宇宙へ上がります。2号機と3号機はクリスト博士がエグザムの研究を行っていたサイド5で死闘を演じ、最終的に両機の頭部は破壊されて相打ちという決着を迎えました。この戦いで2号機に登場していたニムバスは戦死、3号機に登場していたユーカジマが生き残り、一年戦争の最終決戦である
アバオア空の戦いに身を投じることになります。小説版によれば、一年戦争後も地球連邦軍に所属し続けており、第2次ネオジオン構想のアクシス落下阻止の際、上層部の命令を無視してジェガンで発進。映画にてアクシズから弾かれるギラ動画の手をつかむジェガンに登場しているのがユウカジマであるとされています。ブルーディスティニーが登場した機動戦士ガンダムガイデンザ・ブルーデスティニーはアニメ作品ではないにもかかわらず、その人気の高さからディレンの野望や G ジェネレーションシリーズ等にも登場しています。またユウカジマはユウという名前がプレイヤーの分身、すなわちユウに由来しており、一人称視点となるセガサターン版ではセリフを持たない、一切喋らないキャラクターとして位置づけられていました。そのため当初ディレンの野望や G ジェネレーションシリーズでは無口なキャラとなっていましたが、 PS2 版機動戦士ガンダム巡り合い空以降、担当声優がつくようになっています。余談ですが、ブルーディスティニー1号機はセガサターン版機動戦士ガンダムガイデンザ・ブルーデスティニーが発売した当初はジムブルーデスティニーと呼ばれていました。しかし3巻で2号機と3号機が登場したことで名称がブルーディスティニー1号機となりました。またブルーディスティニーが青い理由について、ガンダム設定上はニュータイプの宇宙の見え方が元となったとされていますが、もう一つの理由として当時セガサターン版のゲームが開発される際、当時のゲーム機のポリゴンの計算精度や描画性能では異なる色のパーツが重なる箇所は色の変化で不自然さが目立ってしまうことから、ブルーは青一色のカラーリングになったとされています。ザ・ブルーデスティニーは様々な媒体で登場する人気作品ですが、不思議なことにプラモデルだと100分の1で発売されているのはイフリート界のみとなっています。マスターグレード版ブルーディスティニーはまだでしょうか。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。